画面の前のあなた、こんにちは。今、世界中の人々を魅了し、国境や世代を超えて愛されている一人の日本人アーティストがいます。藤井風。彼の音楽が流れるとき、そこには不思議な現象が起きます。同世代の若者たちが熱狂するのはもちろんですが、人生の酸いも甘いも噛み分けたシニア世代の心にも深く静かに染み渡っていくのです。彼の歌声を聞いてふと涙がこぼれたり、懐かしい記憶がよみがえったり、あるいは肩の荷が下りたような安らぎを感じたことはありませんか？それは単に歌がうまい、ピアノがうまいといった技術的な話ではありません。もっと深いところ、そう、私たちの魂の奥底に眠る何かに彼が直接語りかけてくるからです。それはなぜなのでしょう。この動画では藤井風さんがどうやってあの驚くほどの心の平穏を育てているのか、その秘密をそっと紐解いていきます。特別な修行や派手な成功術ではありません。自然に触れる時間、呼吸の整え方、食の選び方、眠りへの入り方。一見すると当たり前で、つい見過ごしてしまうような日々の小さな習慣です。けれど、その小さな儀式の積み重ねが彼の創造性を支え、ステージの上で私たちに届く、あの静けさと高揚感。聞く人の心をふっと軽くする温かなエネルギーへとつながっているのだと思います。そして、時折見せるあの変顔やユーモアにも効能の裏付けがありました。今日はその道筋をあなたの日常にも置き換えながらゆっくりご一緒に見ていきましょう。プロローグ。ステージの上でピアノを弾き語る彼の姿を見てこう思ったことはありませんか？どうしてこの青年はこんなにも穏やかで満たされた顔をしているのだろうと。巨大なスタジアムの真ん中に立ち、数万人の視線を浴びていても、まるで自分の部屋でくつろいでいるかのような、あの圧倒的なリラックス感。そして、そこから溢れ出る、聞く人を包み込むような温かいエネルギー。あれは、演技や演出で作れるものではありません。実は、あの、静けさと高揚感の正体は、生まれつきの才能だけではないのです。それは、彼が日々の生活の中で大切に守り続けている、ある習慣の積み重ねから生まれています。朝、目覚めた瞬間の呼吸、食事の選び方、自然との向き合い方、そして自分自身との対話。それらは決して特別な修行ではなく、おそらくあなたがこれまでの人生で大切にしてきたことや、日本の古き良き知恵と重なる部分も多いはずです。今日は藤井風さんがどのようにしてあの驚くべき心の平穏を育んでいるのか、その秘密を紐解きながら私たちの日常にも取り入れられる心の調和のための日々の儀式についてじっくりとお話ししていきたいと思います。これは単なるアーティストの紹介動画ではありません。これから先の人生をより豊かに、より健やかに、そしてご機嫌に過ごすためのあなたへの招待状です。最新の脳科学や心理学の知見も交えながら、なるほど、と思える雑学とともにお届けします。また、第6章では、藤井風さんの意外な一面、変顔に始まる、とっておきのユーモアの世界も明かされます。どうぞ、お気に入りの飲み物を片手に、ゆったりとした気持ちでご覧ください。最後までお付き合いいただければ、きっとあなたの心の中に新しい風が吹き始めることでしょう。それでは、舞台の向こう側へご一緒に旅に出かけましょう。第1章、原風景としての自然、樽を知る心。まず最初に、すべての始まりである自然との向き合い方について、深く掘り下げていきましょう。藤井風さんというアーティストを語る上で切っても切り離せないのが彼の故郷である岡山県里庄町の風景です。
人口約1万人、緑豊かなその町で、彼はピアノの音と自然の音に囲まれて育ちました。彼のミュージックビデオや SNS で見せる表情からは、都会の洗練された空気とは違う、土の匂いや風の温度を感じさせる、野生と品格が同居しています。彼にとって、自然とは単なる背景や風景ではありません。それは、自分自身を映し出す鏡であり、枯れかけたエネルギーを充電するための巨大なバッテリーのような存在です。彼が日々の生活の中で実践していること、それは自然の中に身を置き、ただそこにあるという、とてもシンプルな儀式です。森の中を歩く。川のせせらぎに耳を傾ける。夕暮れの空を見上げる。一見、誰もが知っているリフレッシュ方法のように思えますが、彼の向き合い方は、もう少し深いものです。彼は、自然を見るのではなく、自然と同期しようとしているのです。日本では古くから森林浴という言葉がありますが、これには現代医学も注目する素晴らしい科学的根拠があることをご存知でしょうか。実は森の中に一歩足を踏み入れるだけで、私たちの体の中では驚くべき変化が起きています。樹木、特に針葉樹などが発散するピトンチッドという揮発性の成分。これには人間の自律神経を整え、ストレスホルモンであるコルチゾールの数値を劇的に下げる効果があることが、千葉大学をはじめとする多くの研究機関で実証されています。ある実験データによれば、森の中で15分ほど座って過ごすだけで、都市部にいる時と比べて、副交感神経の活動が 50% 以上も高まり、脳の前頭前野が鎮静化し、深いリラックス状態に入ると言われています。藤井風さんは、おそらく理屈ではなく、直感的にこのことを知っているのでしょう。彼が時折、インスタグラムなどで見せる、木に抱きついたり、草の上に寝転がったりする姿。あれは、映えを狙ったものではなく、現代社会のデジタルなノイズによって皮膚した自分の生態リズムを自然の周波数に合わせてチューニングしているのです。楽器の弦が狂えば音叉を使って調整するように、彼は自然という絶対的な基準音に合わせて自分の心の弦を張り直しているのです。そして、もう一つ注目したいのが、彼の持つ、足を知るという精神性です。彼の歌詞には、高級なブランド品や派手な生活を追い求めるような言葉は出てきません。むしろ、季節の移ろいや身近な人との会話、今日という一日の終わりといったささやかなものへの愛おしさが綴られています。楽曲、旅路のミュージックビデオでは、彼の故郷の何気ない風景が映し出されます。特別な観光地でもない、ありふれた田舎道へ教室。しかし、彼の目を通すと、そこには黄金色に輝くような美しさが見えてきます。ないものねだりをするのではなく、今あるものの尊さを知る心。これは、禅の言葉で言う、知足の精神そのものです。私たちもまた、人生において、この自然への回帰と、足を知る心こそが幸福の鍵になることを経験的に知っています。私たちにとってはもう、何かを獲得したり、競争に勝ったりすることに、心をすり減らす時代は、一区切りついたのではないでしょうか。今は、道端に咲く一輪の花の美しさに立ち止まれる感性や、今日一日が無事に終わったことへの安堵感こそが、何よりの宝物だと感じるはずです。ファンの方々の間でも、彼のこの姿勢に影響を受けて、生活が変わったという声が多く聞かれます。風くんが空の写真をアップするから、私も毎日空を見上げるようになったの。そうしたら、雲の形が毎日違うことに気づいて、なんだか世界が愛おしくなったわ。ある60代の女性ファンは、そう語ってくれました。空を見上げる。ただそれだけのことで、私たちの視線はスマホの画面から離れ、
無限の宇宙へとつながります。猫背になりがちな姿勢が伸び、呼吸が深くなり、心に余裕という名のスペースが生まれるのです。藤井風さんの第一の儀式。それは、私たち人間もまた、自然の一部であることを思い出す時間を持つこと。疲れたら、空を見上げればいい。答えは全部、風の中にあるよ。彼は背中で、そう語りかけてくれているような気がします。第2章。音の処方箋。周波数と倍音の科学。体が自然のリズムと合ったところで、次は美空ひばりさんとの共通点もあるという音の世界へもう少し科学的な視点を持って入っていきましょう。後半の第6章。風さんの変顔や思わず笑って力が抜けるユーモアの効能などでも詳しくお話ししますが、藤井風さんにとって音楽とは職業ではありません。それは祈りであり、世界を癒すための処方箋です。皆さんはソルフェジオ周波数や 432Hz という言葉を耳にしたことがありますか？少し専門的な話になりますが、これが藤井風さんの音楽の秘密を解く重要な鍵になります。現在、世界中で流通している音楽のほとんどは、楽器のチューニング、基準となる音の高さを A、ラの音 440Hz に合わせて作られています。これは国際標準化機構によって定められた基準です。しかし、藤井風さんの楽曲、特に祭りなどの代表曲の一部は、それよりも少し低い 432Hz でチューニングされていると言われています。なぜ、わざわざ標準とは違うピッチを使うのでしょうか。実は、この 432Hz という周波数、宇宙の周波数や癒しの周波数とも呼ばれ、古くから特別な力が宿ると信じられてきました。音楽療法の分野では、432Hz の音は人間の心拍数や脳波、さらには DNA の振動と調和しやすく、聴く人を深いリラックス状態へと導く効果があると考えられています。モーツァルトやベルディといった大作曲家たちも、かつては現在の 440Hz よりも低いピッチを好んで使っていたという記録も残っています。440Hz の音が華やかで緊張感を伴う興奮の音だとすれば、432Hz の音は穏やかで温かみのある安らぎの音です。藤井風さんの音楽を聴いていて耳に優しい、いつまでも聴いていられる、懐かしい気持ちになると感じるのは決して気のせいではありません。彼の音楽は物理的な音の振動として私たちの細胞レベルに働きかけ、こわばった心と体をマッサージするように解きほぐしている可能性があるのです。彼は自分の音楽が人々にどのような生理的影響を与えるかについて非常に自覚的であり、意図的に癒すための音を設計していると言えるでしょう。さらに彼の歌声にも秘密があります。それは倍音と揺らぎです。F 分の1揺らぎという言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。小川のせせらぎ、炎の揺らめき、木漏れ日など自然界にある心地よいリズムのことです。藤井風さんの歌声にはこの F 分の1揺らぎが豊富に含まれていると分析する専門家もいます。さらに彼の声には豊かな倍音が含まれています。倍音とは出している音、気音以外に鳴っている高い周波数の音の成分のことです。倍音が多い声は耳だけでなく皮膚や骨を通じて響き渡り、聞く人の脳内にアルファ波を誘発すると言われています。美空ひばりさんや森進一さんなど昭和の大スターたちの声にもこの豊かな倍音が含まれていました。藤井風さんの声が世代を超えてシニア層の心にも深く刺さるのは、この声の成分自体が私たちにとって心地よい響きを持っているからなのです。また、彼はピアノを弾くこと自体を毎日の瞑想として実践しています。
彼の YouTube チャンネルで寝そべりながらピアノを弾いたり、リラックスした部屋着で即興演奏をしたりしている動画をご覧になったことはありますか？あれこそが彼にとっての心の整え方です。心の中にある言葉にならない感情、もやもやしたもの、あるいは溢れ出る喜び、それらをすべて音に乗せて吐き出すことで、彼は心の中を空っぽにし、浄化しているのです。これは心理学的にも、カタルシス効果、心の浄化作用として知られています。私たちも、この音の処方箋を日常に取り入れることができます。特別な楽器が弾けなくても構いません。藤井風さんの音楽を BGM としてではなく、1日数分だけでいいので、目を閉じてじっくりと音そのものとして聞いてみてください。あるいは自分の好きな音、雨の音、虫の声、お気に入りの風鈴の音に耳を澄ませてみる。音の振動に身を委ね、心の中の波立ちを鎮める時間を持つこと。それが科学的にも理にかなった心の調和を取り戻すための第2の儀式です。第3章、記憶の扉を開く。昭和歌謡とルーツへの旅。第3章では、藤井風さんが私たちにとってなぜこんなにも特別な存在に感じられるのか。その謎を音楽的なルーツから解き明かしていきましょう。藤井風さんは1997年生まれの Z 世代と呼ばれる若者です。しかし、彼が YouTube やライブなどでカバーし、演奏している曲のリストを見て驚いた方も多いのではないでしょうか。千秋直美、喝采、原田真二、キャンディー、木綿のハンカチーフ、プラスティックラブ、そしてカーペンターズやマイケル・ジャクソン。まるで昭和世代のレコードラックをそのまま覗いているかのようなラインナップです。彼は父親の影響で幼い頃から昭和歌謡やジャズ、70年代90年代の洋楽を浴びるように聴いて育ったといいます。通常、若いアーティストは新しさを追求し、過去を否定しようとすることもあります。しかし、彼は違います。彼は過去の名曲たちを骨董品としてではなく、今も生き続ける魂の教科書として深いリスペクトを持って接しています。この曲、ほんまにええ曲じゃな。彼の岡山弁での語り口からは、それらの楽曲への純粋な愛情が伝わってきます。昭和世代にとって、藤井風さんの歌う昭和歌謡は単なるカバーではありません。それはタイムマシンです。彼のピアノと歌声で木綿のハンカチーフが流れた瞬間、私たちは一瞬にしてあの頃の情景に引き戻されます。初めて恋をした時のときめき、若き日のほろ苦い思い出、喫茶店のコーヒーの香り、街の喧騒。脳科学の世界では、音楽によって過去の記憶が鮮明によみがえる現象をメンタルタイムトラベルと呼び、認知症のケアなどにも使われる回想療法、レミニセンスとしての効果も認められています。懐かしい音楽を聴き、過去の記憶を肯定的に振り返ることは、脳を活性化させ、自己肯定感を高め、明日への活力を生み出すのです。藤井風さんの素晴らしいところは、単に昔の曲をコピーするのではなく、その曲が持っている本質をつかみ、現代の感覚で再構築している点です。彼のフィルターを通すことで、聞き慣れたはずの昭和歌謡が、まるで昨日生まれた新曲のように、みずみずしい輝きを放ち始めます。それは私たちに、こんなメッセージを伝えてくれているようです。古いものは古くない。良いものは、時代を超えて残り続けるんだと。自分たちが生きてきた時代、愛してきた音楽が孫のような世代の天才に認められ、愛されている。その事実は、昭和世代にとって自分の人生そのものを肯定されたような誇らしい気持ちにさせてくれるのです。また、彼はジャズやクラシックの素養も深く持っています。ビル・エヴァンスのような繊細なピアノタッチ、
ドビュッシーのような色彩豊かな和音。音楽通が聴いても、このコード進行は、とうならせるような音楽的な教養と深みが彼の演奏にはあります。だからこそ、彼の音楽は一過性の流行歌ではなく、大人が鑑賞するに応える芸術として成立しているのです。もし、最近心が乾いているなと感じたら、藤井風さんがカバーする昭和の名曲たちを聴いてみてください。YouTube には、彼が実家の喫茶店で、まだあどけなさの残る表情でピアノを弾いている動画がたくさん残っています。そこには世代間の断絶はありません。あるのは良い音楽を愛する心とそれを受け継いでいく喜びだけです。過去と現在をつなぎ、記憶の扉を優しく開けてくれること。これもまた彼が私たちに授けてくれる魔法のような儀式の一つなのです。第4章、体は神殿。食と睡眠。清めの儀式。心と記憶が整ったところで、次はそれを宿す器、つまり体の話に移りましょう。藤井風さんの生活習慣を見ていると、健全なる精神は健全なる体に宿るという言葉を現代風に、そして極めて洗練された形で実践していることに驚かされます。まず、特筆すべきは、彼の食に対する姿勢です。彼は、ベジタリアン、菜食主義者であることを公言しています。お肉を食べない生活というと、我慢強くて、ストイックな修行僧のようなイメージを持たれるかもしれません。しかし、彼が語る食の哲学は、もっと軽やかで、慈愛に満ちたものです。彼は以前、SNS で、動物たちが可愛いからというシンプルな理由を挙げていました。これはヨガの教えにあるアヒンサー、非暴力の精神に通じるものです。生きとし生けるものへの暴力や殺生を避けること。自分の体に取り入れるものが誰かの犠牲の上に成り立っているのではなく平和なものであること。その選択が彼の精神的な軽やかさや攻撃性のない穏やかなオーラを作っている一因であることは間違いありません。もちろん、私たちがいきなり完全なベジタリアンになるのは難しいかもしれません。しかし、彼が教えてくれる、自分の体に入れるものを意識的に選ぶという姿勢は、大いに参考になります。今、自分の体は何を欲しているのか、これを食べたら、体は喜ぶだろうか、それとも重くなるだろうか。彼は食事をするたびに自分の体と対話をしているのだと思います。最近の研究では、腸脳相関といって腸内環境が脳やメンタルに直結していることが明らかになっています。腸内環境が整うと、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌が増え、不安感が減り、前向きな気持ちになれます。藤井風さんの安定したメンタルは、丁寧な食事によって作られた、健やかな腸内環境という土台の上に成り立っているのです。そして、彼がもう一つ徹底しているのが、睡眠とデジタルデトックスです。現代人の多くは、寝る直前までスマートフォンを見続け、ブルーライトを浴びて、脳を興奮状態にさせてしまっています。しかし、藤井風さんは、良質な睡眠こそが想像力の源であり、最高の浄化であることを知っています。最新の脳科学では、睡眠中にだけ脳内の老廃物、アミロイド β などが脳脊髄液によって洗い流されるクリンパティックシステムという機能が働くことが分かっています。つまり、しっかり寝ないと脳のゴミが溜まり続け、認知機能の低下やメンタルの不調を招くのです。彼のようなクリエイターにとって、睡眠はただの休息ではなく、脳のメンテナンス時間そのものなのです。彼は寝る前にお香を焚いたり、照明を落としたりして、意識的に脳をオフモードに切り替える儀式を行っているといいます。また、お酒やタバコをたしなまないというのも、自分の感覚を鈍らせたくない
常にクリアな状態で世界を感じ取っていたいというアーティストとしての高いプロ意識の表れでしょう。決して禁欲的で窮屈な生活をしているわけではありません。むしろ、体に悪いものを入れないことで得られる朝の目覚めの爽快感や体の軽さを彼は心から楽しんでいるように見えます。私たちにとっても、これは耳の痛い、しかし重要な話です。消化の良いものを腹8分目でいただく。夜は早めにスマホを置いて、静かな時間を過ごす。藤井風さんのセルフケアは、決して新しい流行り物ではなく、かつて日本人が大切にしていた、養生の知恵そのものです。自分の体を、神様から預かった大切な神殿のように扱い、丁寧に掃除をし、良いお供え物をする。そんな、自分自身への敬意と愛情に満ちた行為。自分の体を大切にすることは、そのまま自分の人生を大切にすることにつながっているのですね。第5章、マインドフルネス。ハイヤーセルフとの対話。体という神殿が清められたら、いよいよその奥にある聖域へと足を踏み入れましょう。第5章は、藤井風さんの核心部分、マインドフルネスと瞑想についてです。瞑想と聞くと、宗教的な儀式や難しい修行をイメージされるかもしれません。しかし、藤井風さんが実践しているのは、もっと日常的で、誰もができる心の整理術です。彼は毎朝、そして一日の節目節目に、静かに目を閉じ、自分の内面を見つめる時間を持っていると言います。これは、現代社会で注目されている、マインドフルネス、今、ここへの集中の実践そのものです。彼はよくインタビューや歌詞の中で、ハイヤーセルフという言葉を使います。これはスピリチュアルな用語ですが、難しく考える必要はありません。簡単に言えば、本当の自分、最高の自分、神聖な自分という意味です。普段、私たちは、私利私欲やエゴ、自我に振り回されて生きています。もっと評価されたい。あの人が羨ましい。失敗したらどうしよう。そんなエゴの声が頭の中で常に騒ぎ立てている状態です。藤井風さんの瞑想はそういったエゴのノイズをボリュームダウンさせ、その奥にある静かで愛に満ちた本当の自分、ハイヤーセルフとつながるための儀式なのです。彼のデビュー曲、なんなんの歌詞にはこのハイヤーセルフの視点が描かれていると言われています。自分勝手な行動をして声だめに落ちそうになる自分、エゴに対して高いところから何やってんのと優しく呆れながらツッコミを入れている存在。それが彼の中のもう一人の自分であり、瞑想を通じて対話している相手なのです。この自分を客観視する視点を持つことはメタ認知能力と呼ばれ、感情のコントロールやストレス軽減に非常に役立ちます。では、具体的にどうすればいいのでしょうか。藤井風さんが実践していると思われる簡単な呼吸法をご紹介しましょう。ハーバード大学のアンドルー・ワイル博士も提唱している4、7、8呼吸法などが有名ですが、基本はもっとシンプルです。背筋を伸ばして座り、目を閉じる。鼻からゆっくりと息を吸う。口からゆっくりと細く長く息を吐き出す。意識を呼吸だけに向ける。雑念が浮かんでもそれを追い払おうとせず、あ、雑念が浮かんだな、と気づき、また呼吸に意識を戻す。たったこれだけです。これを1日5分、朝起きた時や寝る前に行うだけ。脳の前頭前野の血流が増え、不安を感じる扁桃体の活動が静まることが科学的に証明されています。藤井風さんがあれほどの大舞台でも動じないのは、この呼吸のアンカー、怒りを常に持っているからでしょう。心が嵐のように荒れても、呼吸という怒りを下ろせば、必ず静けさに戻れることを知っているのです。また、彼は書くことも大切にしています。
日記をつける、歌詞を書く、あるいは日々の感謝をメモする。これは、ジャーナリングと呼ばれる手法で、頭の中で渦巻いている悩みや感情を文字にして、外に出すだけで脳の処理能力が回復し、心が軽くなる効果があります。皆様も、ぜひ、1日3分の静寂を生活に取り入れてみてください。テレビもラジオも消して、ただ自分の呼吸音だけを聞く時間。それは、人生という長い旅の途中で荷物を下ろして一休みする極上のリラックスタイムになるはずです。藤井風さんのような透き通った瞳は、そうやって毎日心の鏡を磨き続けているからこそ、輝きを失わないのです。第6章、ユーモアと脱力の効用。なんなんの精神。さて、ここまで真面目な話が続きましたが、藤井風さんの魅力を語る上で、絶対に忘れてはいけない要素があります。それは、彼の持つ抜群のユーモアセンスと脱力感です。彼のミュージックビデオや SNS を見たことがある方ならご存知でしょう。あんなに美男子で神がかった才能を持っているのに、彼は平気で変顔を晒します。ふざけたカツラをかぶったり、おじいちゃんの格好をして踊ったり、岡山弁丸出しで冗談を言ったり。この、かっこつけない、飾らない、自分を笑い飛ばすという姿勢こそが、実は彼の心の健康を支える大きな柱であり、私たちが最も見習うべきポイントなのです。医学的にも、笑いの効用は素晴らしいものがあります。笑うと、体内の NK 細胞、ナチュラルキラー細胞が活性化し、免疫力が高まることは有名です。さらに、ユーモアを持つことは、物事を多角的に見る力を養い、ストレスに対する耐性を強めます。辛いことがあっても、それをネタにして笑い飛ばせる人は、精神的に折れにくいのです。藤井風さんの代表曲、なんなん W というタイトル。最後に、W、笑いがついているのが象徴的です。人生には、思い通りにいかないこと、情けないこと、理不尽なことがたくさんあります。でも、そこで眉間にシワを寄せて深刻になるのではなく、わし、何しとんねん W、これ、なんなん W と自分自身にツッコミを入れて笑ってしまう。その、軽やかさこそが人生を生き抜くための最強の武器だと彼は教えてくれているようです。また、彼の使う岡山弁も大きな癒しの要素です。じゃが、やけんという柔らかい響き。標準語の角張った言葉ではなく、体温を感じる方言で語りかけられると、私たちの脳内では、オキシトシン、絆ホルモンが分泌され、警戒心が解かれていきます。彼は、世界的なスターになっても、決して東京の言葉に染まらず、自分のルーツである言葉を大切にし続けています。それは、ありのままの自分でいい、無理して変わらなくていいという強力な自己肯定のメッセージでもあります。私たちは、ともすれば、年相応に振る舞わなければ、立派でなければというプレッシャーを感じがちです。でも、藤井風さんはこう言っています。もっと適当でええんよ。完璧じゃなくてええんよ。彼の変顔や寝癖のついた頭での配信を見るたびに、私たちは、あ、これでいいんだと肩の力が抜けるのを感じます。完璧主義を手放すこと。自分の弱さや失敗さえもチャーミングな個性として愛すること。そして、どんな時もユーモアを忘れないこと。この脱力の精神こそが硬くなった心と体をほぐし、人生の後半戦を軽やかに泳ぎ切るための浮き輪になるのです。さあ、鏡の前で一度思いっきり変顔をしてみませんか？きっと悩んでいたことが少しだけ小さく見えるはずです。第7章、愛の循環。ヘルプエバーハート、ネバーの真意。いよいよ最終章です。これまで自然、音、体、
瞑想、ユーモアと藤井風さんの様々な儀式を見てきました。これらすべての習慣は最終的にどこへ向かっているのでしょうか。それは彼がファーストアルバムのタイトルにも掲げた人生のテーマへとつながっていきます。Help ever hurt never 常に助け、決して傷つけない。これは彼の父親が大切にし、彼に教え伝えた言葉としても知られています。宗教的な枠を超えて、これは人間としての普遍的な愛のあり方を示しています。藤井風さんを見ていると、彼が自分を整えるのは自分一人の幸せで終わらせるためではないことがわかります。彼は自分が整うことで得られた愛やエネルギーを惜しみなく外の世界へ放出し、循環させようとしているのです。コップの水が溢れ出るように、まずは自分自身を愛と平穏で満たし、その溢れた分、余剰で周りの人を満たしていく。これが彼の考える貢献の形なのでしょう。まず、彼が大切にしているのが一番身近な家族とのつながりです。ご両親やご兄弟に対する深い愛情とリスペクトはファンの間では有名です。YouTube の動画に時折登場するお父様やお兄様との温かいやりとり。そこには飾らない家族の絆があります。ハーバード大学が行った80年以上に及ぶ追跡調査で人間の幸福度を決定づける唯一にして最大の要因は良好な人間関係であるという結果が出ています。お金でも名声でも健康数値でもなく愛する人がいて愛されているという実感。藤井風さんのあの揺るぎない安定感は家族という安全基地にしっかりと根を下ろし愛の交換ができているからこそ生まれるものなのでしょう。そしてその愛の輪はスタッフ、そして世界中のファンへと広がっていきます。彼のライブに行くと会場全体が不思議な一体感に包まれるといいます。それは彼がファン一人一人をお金を払ってくれるお客さんとしてではなく、同じ時代を共に生きる仲間、兄弟姉妹として見ているからかもしれません。彼はよくファンのことを風の民と呼んだり、みんな愛しとるよとまっすぐな言葉で伝えたりします。自分が受け取った天からのギフト、才能を音楽に乗せてファンに渡す。受け取ったファンはその愛に癒され、また別の誰かに優しくなれる。そんな善意の循環、ペイフォワードの起点になることこそが彼の究極の儀式であり、生きる目的なのかもしれません。私たちの日々の生活も同じです。自分の心を整えるのは自分のためだけではありません。自分が笑顔でいれば、パートナーも笑顔になる。自分が穏やかでいれば、子供や孫にも優しくなれる。スーパーのレジの人に、ありがとうと微笑むことができる。そうやって、自分の整った心が水面の波紋のように周囲に広がっていくこと。それこそが、私たちが人生で成し遂げられる、最も尊くて美しい仕事なのではないでしょうか。藤井風さんの生き方は、私たちにこう語りかけています。あなたは満たされています。だから、その溢れた分を恐れずに誰かに分けてあげてくださいと。愛を与えること、貢献すること、つながること。それが心の調和の最終ゴールであり、私たちが孤独から解放される唯一の道なのです。終わりに、あなたの人生に新しい風を。さて、ここまで7つの章を通じて、藤井風さんの心の秘密、そして豊かな人生を送るためのヒントを旅してきました。いかがでしたでしょうか。第1章では、自然の中に身を置き、感覚を解放することの大切さを。第2章では、癒しの周波数や倍音を持つ音楽の力を。第3章では、過去の記憶を慈しみ、ルーツ音楽を楽しむ喜びを。第4章では、食事や睡眠で自分の体という神殿を清める意味を。
第5章では、呼吸と瞑想で本当の自分を取り戻す方法を。第6章では、ユーモアと脱力で人生を軽やかに乗りこなす術を。そして第7章では、愛を循環させ、人と深くつながることの尊さを。これらは決して選ばれたスターだけのものではありません。明日から、いえ、今日のこの瞬間から私たち一人一人が始められることばかりです。特別な道具も、高価な教材も、修行への参加も必要ありません。必要なのは、ほんの少しの意識と自分を大切にしようという優しさだけです。朝起きたら、まず窓を開けて深呼吸をする。今日も生きていてありがたいとつぶやいてみる。懐かしいレコードを聴いてみる。鏡の中の自分に変顔をして笑ってみる。家族や友人に照れずにありがとうと伝えてみる。そんな小さな日々の儀式の積み重ねがやがてあなたの人生を藤井風さんの音楽のように優しく美しく彩り豊かなものに変えていくはずです。人生の第2章、第3章はこれからが本番です。体は少しずつ衰えるかもしれませんが、心はいくらでも自由になれます。いくらでも豊かになれます。今日のこの動画があなたの心に小さな灯火を灯し、穏やかな明日への一歩となることを願っています。あなたがあなたらしく、心地よい風を感じながらご機嫌に生きていけますように。もし、このお話に共感していただけたら、ぜひ周りの大切な方にも教えてあげてください。そして、あなたが今日から始めてみたいと思った儀式があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。皆さんの言葉がまた誰かの勇気になるかもしれません。それでは、どうぞ安らかな夜を、あるいは素晴らしい一日をお過ごしください。Help Ever Heart Never。このチャンネルでは、このような心がほっこりする話題をこれからもお届けしてまいります。チャンネル登録をいただけると、次の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップもありますので、よかったらチャンネルトップのメンバーになるから覗いてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。